今から俺は大切な取引があるんだ。無能な陰キャは消えろよ。偶然再会した同級生が俺に向かって言い放つ。こいつは小さい頃から何も変わってないんだな。俺はこっそりとため息をついた。この同級生、カズマには散々迷惑をかけられた。カズマは俺のことを見下し、バカにするのが当たり前だと思っている。だけど、俺はもう無力で小さな子供じゃない。安心して、もう。俺の言葉にカズマは怪訝な顔をする。そして数日後、すべての真実を知り、顔面蒼白になったカズマと、とある場所で再会を果たした。俺はごく普通の家庭に生まれたごく普通の子供だ。両親は仕事で忙しくて、平日はあまり家にいなかった。5歳年下の妹であるエマは、忙しくて不在気味な両親より俺に懐いていたと思う。俺も自分のことを慕ってくれるエマのことが可愛くて、とても大切にしていた。お前の妹っていっつもお前にくっついてんのな。そういうのブラコンって言うんだぜ。気持ち悪い。俺の後ろをついてくるエマを近所のガキ大将で同級生のカズマはよくからかってきた。声も体もでかいカズマにエマはいつも怯えて俺の後ろに隠れる。そんなエマを見てカズマはなぜか少し傷ついたような顔をするのだ。今思えばカズマはエマのことが好きだったのだろう。だけど素直になれなくてエマをいじって接することしかできなかったのだ。行こう、エマ。うん。おい、待てよ。エマが怯えてしまうのでカズマのことはなるべく避けていた。それも奴にとっては気に食わなかったのだろう。最初は口だけだったのだが、だんだんと不穏な空気になっていき。なんで俺のこと避けるんだよ。生意気だぞ。ある日の学校からの帰り道、エマが一人きりの時を狙ってカズマがやってきてエマに手をあげようとしていた。一人で帰ってきたエマを慌てて追いかけてきた俺が追いつき、すぐさまカズマにつかみかかる。妹に何すんだ。話せよ。それからはつかみ合いの大喧嘩。エマが泣きながら近所の人を呼んできてくれなければ、俺たちは二人ともボロボロになっていただろう。これ以来、俺とカズマの間に確執が生まれる。中学に上がると、なんとカズマと同じクラスになってしまった。来年のクラス替えまで我慢するしかないか。カズマのことは無視してスルーしていたのだが、ある日、奴の方から仕掛けてきた。カズマは俺を罠にはめたのだ。その罠というのが窃盗事件の犯人の濡れ衣を着せること。当時、俺たちのクラスには正義感の強いクラス委員長がいた。カズマは委員長の私物を盗み、俺のカバンにこっそり入れ、俺を犯人に仕立て上げたのだ。違う、俺は盗んでなんかいない。しかし、正義感の強い委員長を中心に、俺を犯人だと責め立てる声が広がり、いつの間にか俺はクラスで孤立していた。まったく、みんなわかってないな。忍は泥棒なんかしないのに。俺は気にしてないから別にいいよ、翔太郎。俺と唯一仲良くしてくれたのが別のクラスの翔太郎。翔太郎と出会ったのは学校ではなく近所の神社だった。学校からの帰り道、たまたまそこを通りかかった俺は、困った様子で段ボールを覗き込んでいる翔太郎を目撃。同じ学年だというのは知っていたけれど、その日まで一度も話したことはなかった。
何してんの？こいつ捨てられてたんだ。そう言って見せてきたのは段ボールに入っている3匹の子猫。うち母親が猫アレルギーだから飼えないんだよ。でも見捨てられないと言いたげな様子の翔太郎に俺は段ボールをひょいと持ち上げた。俺が引き取る。いいのか？ああ、親からダメって言われたらちゃんと責任持って飼い主を見つけるよ。お前、名前は？忍。お前は？そこでようやくお互い自己紹介。翔太郎はクラスの中心人物的なやつで、俺とは正反対だ。こんなことがなかったらまず親しくなることはなかっただろう。なあ、忍、猫見に行っていいか？いいよ。だけどこの日以降、翔太郎はよく我が家に遊びに来るようになる。エマも優しい翔太郎にはよく懐いて、親から飼っていいよと許可を得た3匹の猫と共に翔太郎を出迎えるのが日課になった。ぼっちの陰キャのくせに生意気なんだよ。翔太郎の金魚の糞が調子に乗んじゃねえぞ。カズマからは相変わらずいじられ、クラスメートのほとんどもやつに便乗して俺をいじってくる。だけど翔太郎やエマ、猫たちがいてくれたおかげで、なんとか中学3年間を乗り切ることができた。その後、俺はカズマとは別の高校へ進学。頭のいい翔太郎と一緒の高校に行きたかったので、かなり必死になって勉強した。俺が偏差値の高い高校へ行くと知ったカズマは悔しそうな顔をしていた。頭でっかちの陰キャが高校に行ってもお前はどうせぼっちだよ。負け惜しみのように言われても俺には何も響かない。それに奴の言葉とは裏腹に、高校生活は友達もできてとても充実した日々を送ることができた。そんな楽しい時間を過ごしているうちに、いつしかカズマのことや窃盗の濡れ衣事件も忘れてしまった。そして社会に出てたくさんの経験を積んで、現在俺は勤務先近くの喫茶店にいた。ここのコーヒー結構うまいな。平日なのにのんびりとコーヒーをすすっていて、しかも格好はスーツではなくラフな私服。周りから見たらニートに見えるかもしれない。しかし中学3年間で周りから散々な評価をされてからというもの、あまり他人の声は気にならなくなっていた。なので特に気にせずのんびりとコーヒーを楽しむ。すると、あ、お前忍か？カズマ？子供だったあの時より見た目も声も変わっていたけれど、確かに面影を残す姿にすぐ誰だか分かった。あちらもそうだったのだろう。しかしまさかこんなところで数十年ぶりの再会を果たすとは。俺たちは驚きに目を見開き、お互いしばらく見つめ合ってしまった。なんだよお前、なんでこんなところにいるんだよ。ああ、ちょっと野暮用で。お前は仕事か？カズマは上から下までビシッと決まった格好をしていた。スーツは明らかに高級品で、つけている腕時計も確か某ブランド品の限定モデルだ。髪の毛もしっかり整えていて、不精ひげなんて一本も生えていない。ああ、俺は仕事だけど、お前は？そう言いながら、カズマは少しだけ鼻で笑ったように見えた。一方の俺はちょっとだらしない私服で、髪の毛はあまり整えておらず、腕時計はただのスマートウォッチ。今朝は忙しくて時間がなかったので、不精ひげが何本か残っているだろう。お前はその格好で仕事ってことはないだろうな。野暮用とか言ってたけど、暇つぶしだろ。ぶっちゃけ見た目がニートっぽいぜ。まあ確かに仕事なんてしていないように見えるのは否定しないけれど。
カズマはなぜか俺のことをニート認定したらしい。お前は暇そうでいいよな。俺なんて毎日仕事に追われて忙しいんだぜ。なんでそこに座るんだよ。ちょっと時間があるんだよ。暇つぶしに付き合えよ。どうせニートで暇だろ。どっかりと俺の向かいに腰を下ろし、ニヤニヤと笑みを浮かべながら俺に無遠慮な視線をよこす。お前、確か頭のいい高校に進学したよな。それが今やニートって。頑張って勉強しても報われないってかわいそうだよな。俺が呆れて何も言えないのをいいことにペラペラと喋り続けるカズマ。俺はあの後そこそこ偏差値の高い大学に進学してそこそこの規模の会社に採用されたんだ。そしてカズマは懐から名刺を取り出し俺に渡してきた。俺今は係長やってんだよ。まあこの年齢では順当な昇進だな。ニートのお前にはわからないかもしれないけど。いや、俺はニートではないと言い返そうとするが、カズマは俺の言葉にかぶせて自慢話をし始めた。まあまあの給料もらってるけど、正直忙しすぎて使う暇もないんだよな。金は貯まってるからいいけどさ。あと今付き合ってる彼女がいるんだけど、そろそろ結婚を考えてんだ。実はここだけの話、俺昔お前の妹のことが好きだったんだよな。知ってるよと言いたかったけれど、カズマのおしゃべりにまたも遮られてしまう。今思うとお前の妹と付き合わなくてよかったわ。今の彼女の方がいい女だし、ニートの家族はいらないからな。こいつ俺だけでなく俺の妹までバカにするつもりか。おっと、そろそろ時間だ。今から俺は大切な取引があるんだよ。ああ、そう。お前がいると集中力が途切れるし邪魔だから消えてくんない？は？耳が遠いのか。無能な陰キャは消えろって言ってんだよ。にやりと口の端を歪めて笑うカズマ。その顔を見た俺は呆れ返ってしまう。ああ、そう。お前何も変わってないんだな。そう言いながら立ち上がるカズマは怪訝な顔をして俺を見ていた。安心して、もうお前とは二度と会うことはないよ。はあ？じゃあな、楽しい話を聞かせてくれてありがとよ。俺はニコリと笑顔を浮かべてやつに背を向ける。そして喫茶店を出るとすぐさまスマホを取り出してとある人物へ連絡をした。それから数日後、カズマは真っ青な顔をしてとある会社へ来ていた。隣にいるのは部長でカズマの上司だ。部長は厳しい面持ちで時折怒りをにじませた表情でカズマを睨みつけている。そして二人が案内された会議室へ向かうと、どうもお待ちしておりました。ニコニコと笑顔の俺が二人を出迎えた。カズマは俺を驚きの目で見ている。もう二度と会うことはないって言ったけど、訂正させてもらうよ。俺の言葉にカズマは混乱している様子だ。部長が知り合いかと聞くが、事情を理解していないカズマはうろたえるばかり。なので代わりに俺が真実のすべてを教えてやることにした。あの日、カズマが待っていた取引先というのは俺の会社のことだ。俺は大学卒業後、ベンチャー企業に就職してノウハウを学び、独立して自身もベンチャー企業を立ち上げた。この不況の中、そこそこの売り上げと安定した経営を保っている。俺がラフな格好だったのは通常運転だ。まあ、あの日は朝から仕事の緊急連絡があって、身支度を整える時間があまり取れなかったので、いつもよりグダグダな格好だったけれど、俺の会社には服の規定がない。スーツでもいいし、ラフな格好でもいいし、自分の好きな服を着て仕事をしてもらっている。客先に出るときはさすがにスーツ着用だけどな。
そしてあの日、俺はとある社員に頼まれて商談場所である喫茶店にいたのだ。大きな発注があるんですけど、少し不安要素がありまして。不安要素というのは2つ。この発注を進めていたのは、すでに会社を解雇となった社員だ。この社員は遅刻や無断欠席など問題が多く、何度注意しても改善されなかったので、会社を辞めてもらった。しかし、彼が去った後、引き継ぎをしていなかった発注業務が発覚。それが、カズマの会社との取引だったのだ。慌てて新しい担当者を決めて、相手企業の担当者であるカズマと連絡を取り合う。相手の担当者、かなり適当な様子で、とりあえず発注かけてくれれば、あとはこちらで何とかするからと、こちらが詳しく話をしようとしても避けられるんです。カズマの勢いに押されて商談まで進んでしまったが、不安になった社員が俺に相談してきたのだ。そこで俺は、九段の社員より先に商談場所である喫茶店に忍び込み、商談の様子を伺おうとした。しかし、思わぬ出来事が起こり、俺は店を出た後、九段の社員に取引の話はなしだと電話で連絡。すぐさま商談中止の手続きに入った。商談内容はかなりの規模で、価格にして2億円分の発注だ。カズマの会社にとってはビッグチャンスだっただろう。しかし、奴はそのチャンスを知らないうちに潰していたのだ。俺からすべての事情を聞いたカズマは真っ青な顔でブルブルと震えていた。しかも、うちの会社をクビになった社員ってお前の大学時代の友人なんだって。なんでそこまで。ちょっと調べればわかることだよ。友人だから優先的に取引の話を進められたんだよな。あいつを解雇にしてよかったよ。このまま商談の話を進めていたら、こっちが被害を被っていたかもしれない。カズマは顔面蒼白になりながらも、起死回生の一発を狙っているようだ。俺の会社の商品は被害を被るような粗悪品じゃない。業界内の評判知らないの？お前の会社、ここ数年の品質がガタ落ちだって。不況だからコスト削減を狙うのはいいけど、クオリティまで下げるのはどうかと思うぞ。これにはカズマだけでなく、隣にいた部長も気まずそうに顔を背ける。それと、これは仕事に関係ない話だけど、お前、俺の妹を SNS でストーカーしてただろ。妹は俺に心配かけまいと隠していたけど、様子がおかしくて問い詰めたら、素直に話してくれたよ。お前、彼女いるのに何やってんだ？それとも彼女の話は嘘か。どうにせよ、妹にこれ以上つきまとうな。これ以上つきまとうようなら、お前の気持ち悪い DM を証拠として訴えるからな。俺は大きなため息をついて、カズマにとどめの言葉を放った。出て行ってくれ。これ以上お前の顔は見たくない。そんな、待ってくれ。これ以上は時間の無駄だ。早く出て行かないと警備員呼ぶぞ。まだ何かわめいているカズマを諦めた顔の部長が引きずっていく。情けない奴の姿を見送り、俺は大きなため息をついた。その後、カズマは社内での評判がガタ落ち、今回のビッグチャンスで昇進を狙っていたようだが、昇進どころの話ではなくなってしまった。カズマは社内で後ろ指を刺され、居づらくなり会社を辞めたらしい。後日行われた中学の同窓会に、不老者のようなみすぼらしい格好をしたカズマが乗り込んできて、こんなことを言ったそうだ。忍はどこだ？あいつのせいで俺の人生はめちゃくちゃになったんだぞ。俺は忙しくて参加していなかったのだが、現地にいた翔太郎から詳細を聞いた。奴は会場で大暴れして、同級生から通報されて警察に連行されたらしい。カズマが捕まったと聞き、俺も妹もほっとした。最後までお騒がせなやつだったな。そうだな。
俺は男だから別にいいけど、妹のエマが心配だ。守ってくれる彼氏がいてくれればいいんだけど。まあ、そうだな。俺は意味深な目で翔太郎を見る。翔太郎は言葉の意味を理解して顔を真っ赤にした。まったく、俺の親友と妹は昔から両思いなのに、いつまで経っても進展しない。これを機会に二人の距離が一気に縮まることを祈りつつ、俺は翔太郎の肩をポンと叩いた。